ネットで子供を賢く育てる方法を検索すると、いつも似たような答えが返ってきます。高価な知育玩具を買い、有名な博物館や科学館へ連れて行って、一つでも多くのことを教えなさい、というものです。週末の博物館に行くと、入館料の元を取ろうと、子供に質問攻めをする親たちの姿をよく見かけます。三葉虫の化石を指さして答えをせかしたり、とにかく知識を詰め込もうと必死です。ですが、脳科学の視点から見れば、これは脳を発達させるどころか、むしろ子供を疲れさせてしまう一番確実な方法なのです。科学館で子供の知能を最大限に引き出す親たちの行動は、私たちの予想とは少し違います。彼らは、入館してすぐ展示室へ走ったりはしません。まず向かうのは、フロアの隅にあるカフェ。そこでお茶を飲みながらガイドを開き、子供が恐竜を見たいのか、それとも昆虫なのかをじっくり聞き出します。そうして、子供の興味に合わせた最適なルートを組み立てるのです。なぜこれが重要なのか。それは、自分で決めたルートを歩むとき、子供の脳は、知識の押し付けではなく、主体的な冒険だと捉えるからです。展示室では、あえて学習的な問いかけをせず、2時間ほどの見学を終えたら、そのまま、恐竜の滑り台といった遊び場へと直行します。多くの人は、これを時間の無駄だと思うかもしれません。ですが、科学者に言わせれば、この気楽な繰り返しの訪問こそが、知識を自分のものにする革新的なメカニズムなのです。勉強のためではなく、ただ、滑り台で遊ぶために科学館へ通っていた子が、ある日突然、以前の記憶を自ら引き出し、親に解説を始めるようになります。これを理解すると、脳の奥深くで起きている、驚くべき変化が見えてきます。人間の脳が爬虫類と決定的に違うのは、機体の裏にある前頭葉の存在です。前頭葉は衝動を抑えて結果を予測し、より良い選択のために冷静さを保つ、いわば脳の司令塔なのです。問題は、スマホ検索や AI のように即座に答えが出る現代の環境が、前頭葉の機能を著しく低下させているという点です。ですから、賢い脳を作るためには、逆説的ですが、あえて不便を感じ、忍耐力を養う環境が絶対に必要になります。脳を鍛える最も効果的な方法の一つ、それがボードゲームです。自分の番を待ち、負ければ最初からやり直す。そんな緻密な戦略と、忍耐の連続が脳を刺激します。この待ち時間の間に、子供の前頭葉はフル回転して次の一手を計算し、自ら感情をコントロールする術を身につけていくのです。スマホを家に置いて、散歩や試作にふける時間も同様です。刺激のない屋外を親と一緒に歩いていると、脳はすぐに答えを見つけられないため、自ら問いを立てて深く考える訓練を始めます。しかし、ここからが本題です。忍耐力や知能を向上させる、こうした脳の活動は、実は2つのホルモンによって完璧に制御されているのです。まずは、日光の下で活動すること。そうすると、脳内でセロトニンという物質が分泌されます。これは心を安定させ、ストレスを和らげるだけでなく、脳の成長に欠かせない深い眠りへと導いてくれるのです。そして、もう一つの秘密が、抱きしめ合うことで分泌されるオキシトシンです。親とのアイコンタクトや肌の触れ合いは、脳に愛着と信頼の回路を刻んでくれます。失敗しても大丈夫という絶対的な安心感が根付くことで、人は困難な課題に挑み、粘り強くやり抜くためのホルモン的な土台を完成させるのです。忍耐や遊び、そして温かな触れ合いが脳をどう進化させるのか、
私たちは理解することができました。しかし、脳科学者には未だ解明されていない謎が一つ残っています。幼少期の情緒的な安定やホルモン分泌が、数十年後の高度な論理的思考に具体的にどう作用するのか。その分子レベルのメカニズムは、まだ完全には解明されていないのです。人間の知能という広大な宇宙は、測定すらできないほど小さな感情のかけらでできているのかもしれません。さて、ここで最初の問いに戻ってみましょう。お子さんが森をぼんやり歩いていたり、ボードゲームで自分の番を待ちながらじっと考え込んでいる姿を見かけたら、これらのメカニズムが同時に働いていることを思い出してください。そのわずかな待ち時間の間に、脳内ではどんな高価な習い事よりも劇的な知能の爆発が起きているのです。知らなくても困りませんが、知っておくと役立つ知識を。クリでした。